こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は文房具屋店長が自腹で買っている最近の気になる文房具を紹介していこうと思います。まだ当店では販売のないものばかりなので、概要欄にメーカーさんなどの商品詳細リンクを置いておきますのでご参照ください。一つ目はキングジムからラセーノというノートです。2024年去年の10月から販売開始されたノートで、この柔らかい螺旋状のリングパーツを引っ張って取り外すことができる仕様になっています。最初説明読まずに直感的にパーツを引っ張ってみたんですが、うんともすんとも動かずでして、ノートの一番最後のページにちゃんと使い方が載っているので、最初に見ることをおすすめします。でちょっと力は必要ですが、グッて引っ張ったら一瞬で取り外せました。ちょっと早すぎたのでスローでリプレイしときます。リングパーツを戻すときはパーツを穴に引っ掛けて、パーツ自体をくるくるっと回す感じ。見てもらってわかる通り慣れるまではしばらく手こずりそうな予感がします。公式インスタで事前に引っ張ったら撮れる映像を見ていたんですが、実際は表紙をめくったりとか引っ張るパーツが直感的にはちょっと分かりにくい構造になっていたりと操作感は微妙かなと。サイトも色味とかパーツとか可愛く写っていたのと、ページの入れ替えができる系のノートに私は目がなくて購入したんですけど、ちょっとリピートはないかなっていうのが正直な感想でした。とりあえず税金とか経営に関する知識を書くために使い始めたので、今後感想が変わることがあればまた動画にしようかなと思います。次はオランダの雑貨屋で購入したインケリーのマグネットウィークリーディスクプランナー。ウィークリーのパッドになっていて12ヶ月分入っているそうです。結構ずっしり重いです。表紙の一部にマグネットが仕込まれていて、メモを貼り付けておくことができます。マグネットも付属してました。本体は 22×28 センチと B5 サイズよりは一回り大きいので、書き込みやすいのはいいんですけど、デスクの中で幅を取るのがちょっと困りごとポイントかな。ここのメーカーはイギリスのグッドラインズっていう会社がプロデュースしている文房具ブランドで、今まで見たことないようなデザインとかちょっとした工夫がされているものがたくさんあったので、最近めっちゃ気になっているブランドです。日本からだとちょっと手に入るルートっていうのは見つけられなかったので、もしヨーロッパに来る機会があったらぜひチェックしてみてください。こちらを買った理由なんですが、毎日トゥードゥリスト作成してせっせかやるようになってきていたんですけど、毎日作るトゥードゥリストだとだいたい金曜日がパンパンの大忙しになったりとか、ちょっと手の込んだ仕込みが必要なタスクっていうのが段取りできなかったりと課題があったので、週単位で予定を立てれるようになりたいなと思って購入しました。実はホワイトボードに月から金で区切って時間割を作ってみたんですけど、時間割だと具体的にやることがまだちょっと思い浮かばず、ということでパッドにまずは一回書き出すことで、時間割を作るにしてもどんな方法が合うのかっていうのがわかるかなと思って、まずは手書きに立ち戻りました。でこのパターン右側にメモというエリアがあって、ミシン目で分かれてます。紙質はいわゆる海外のコピー用紙みたいなもったりしたやつなので、ミシン目が入っていても上手に切り離すのは慎重さが必要です。私は全然うまくいかない時も多いです。まだメモにどんなことを書くべきなのかしっくりくる使い道にたどり着けてないんですけど、今後じっくり使い込んでいこうかなと思います。このマグネットの部分なんですが、こんな感じで表紙が折れ曲がることで立体的になっています。次もオランダのスタンプ屋さんで購入したキャッツオンアップルツリーズの切手フレームスタンプです。鉄っぽい見た目なんですけど、固めのゴムでできたスタンプです。取っ手の木の部分も持ちやすいようにへこみがあって、結構クオリティが高いなと思います。で固めのゴムのおかげで線が潰れず、細い線で綺麗にスタンプすることができて気に入っています。もともとインスタか何かで見かけた切手フレームのスタンプが印象に残っていて、似たようなものをたまたまお店で見かけて一目惚れで購入しました。
主にね、私は日記で使っているんですが、枠の中に日付と天気を書いてみたりとか、日付とその日のイラストを書き込んでみたりとか、あとは一言添えてみたりしてね、使っています。切手というか、枠があると小さいイラストも可愛い感じになるなと思ったので、今後もね、ちょっと枠系のスタンプ増やしていきたいなと思いました。あとこのスタンプのいいところは、不要な印面の部分がね、綺麗にカットされていて、模様がないところにインクが付着してそのままうっかりスタンプしちゃうみたいなミスがないところがすごくいいです。こちらのね、アイテムも現時点では日本で手に入る方法がなさそうなんですが、メーカーさん自体はドイツのもので、オランダの雑貨屋ではね、いくつかの都市で見かけたので、ヨーロッパ旅行の際にはね、ぜひ寄ってみてください。概要欄にね、書いておきます。お土産にもね、サイズ的にすごくちょうどいいんじゃないかなと思います。次はこちらのペニーブラックのキャッツデイズというクリアスタンプですね。もうね、この猫の可愛さに一目惚れしました。ベルギーの文房具屋で手に入れたんですが、まだまだね、この猫ちゃんの種類あったので集めたいです。特にこのヤギと猫の組み合わせがめちゃめちゃ可愛い。ペニーブラック自体はアメリカのメーカーで、スタンプ以外にもカードをギフトカードみたいなのを作るための素材とか、あとクラフトグッズをたくさん販売しているようです。日本でもね、ペニーブラックってウェブ検索すると何店舗か取り扱いのあるオンラインショップを見つけることができたので、気になる方はちょっと検索してみてください。で、Amazon とかね、楽天とかでも検索したんですけど、ちょっとかなり高い値段で転売されてるように感じたのでご注意を。スタンプの種類にもよりますが、だいたい1000円から3000円くらいがね、適正価格なんじゃないかなと思います。私はこの猫ちゃんは18ユーロ、だいたい3000円ぐらいで購入しました。12柄入りですね。これは1個あたりの絵柄も結構大きいし、12柄入りなので、3000円でもね、お得な方かなと思います。あとはね、この絵柄がすごく可愛らしくて、線とかね、細かいのがまるで自分で描いたような雰囲気が醸し出されていませんか？最近はね、シンプルな線画のようなイラストが流行ってるような気がするので、たまにこういう違うトーンのイラストを見ると、急にね、心にぐさっと刺さるものがあります。そしてね、皆さん気づきましたか？このイラストね、12星座になってるんですよ。自分のね、星座はぜひ見つけてみてください。私は魚座です。で、ちなみにクリアスタンプは BGM のクリアスタンプファイルを使って収納保管をしています。こんな感じでね、小さなクリアファイルみたいになっていて、中にスタンプを収納できます。便利なので紹介まで。次はパイロットから綺麗なという蛍光ペン。こちらは去年の10月から販売された新商品です。1本120円でベーシックカラーとあと優しい風合いのカラーの10色展開で全色買いしました。そして一番の特徴はきちんとガイドというペン先のチップの両端に付けられたプラスチック。この機能については後ほど詳しく話すとして、逆側には細いペン先タイプのものも付いています。この蛍光ペンはまっすぐな線を引きにくいとか、書いた文字の上から線を引くと筆跡が滲んだりペン先が潰れるとか、あとはインキの乾きが遅いっていう、蛍光ペンの悩みあるあるっていうのを解消するために、きちんとガイドというのと速乾顔料インキを搭載したそうで、そのね、蛍光ペンの悩みの時点で私に刺さりすぎて、その文章を読んだ次の瞬間にはね、全色購入してました。ではね、お待たせしました。早速ね、使っていこうと思います。めっちゃペン先が安定します。まず書き出しもね、書けることなく線が引けました。そして引き終わりにも注目。インクが溜まることなく均一に線を引くことができました。またペン先がね、絶妙にしなるので、全幅が紙にきちんと当たってくれて、線の太さも均一に引くことができました。この透明プラスチックのガイドがね、本当にいいです。書き心地がね、ほんと全然違います。ブレずに引けますね。軸にあるこのパーツも指にフィットするように少しへこんでいて、ここに指を合わせると正しい向きで持つことができます。
これはね、ここ最近の中で買ってめっちゃ良かったものの中に入りますね。蛍光ペン難民にはぜひ使ってみてほしい。近いうちね、当店でも取り扱いを検討できたらいいなと思います。次はシャチハタのアートライン200ファイン 0.4mm です。オランダで買いましたがゴリゴリ日本のメーカーでした。ペン芯を金属のパイプでガードされていて、定規での線引きにもね、安心して使える設計になっています。こういう形状のペンを大学時代にも使っていたことがありました。当時はね、製造を行う授業もね、取っていて、周りの人も学校から指定された同じペンを使っていました。でね、もちろん製図の授業以外にもそのペンね、書きやすいのでよく使っていたんですが、周りの人はこのタイプのペンでね、ちょこっと可愛いイラストを描いていたりとか、丸めのフォントを書いて楽しんでいたりと、すごいね、使いこなしてる様子に憧れを私は抱いておりました。ただね、私筆圧が強いこともあって、しばらく使っているとペン先が潰れて線が二重になっちゃったりとか、インクがね、かすれてしまったりと、なのでね、今回もちょっと購入をためらっていたんですけど、このペンを店頭で試し書きした時に、あれ、このペンって普通のボールペンより長くねってなって、キャップのおかげもあってか、上の方に重心がいくようになってて、力を抜きやすいというか、普通の箸と比べて菜箸の方が力が入らないと同じ理論なのかな。あとはインクの発色も良くて買う理由ができたので、購入しちゃいました。ということで力をね、抜く練習していきます。全然話飛んじゃうんですけど、今めっちゃタイムレスプロジェクトタイプロにハマってまして、ちょっと前の回でね、堂本光一さんが抜くって究極だからみたいなことを候補生の方にね言っていて、絶対文脈が違うんですけど、筆圧上がった時に抜くは究極と言い聞かせて抜いています。次はこちらの矢印クリップ。これ単体で売られていたので、ちょっとメーカーとかがわからなかったんですが、日本でも似たアイテムが売っていたので、概要欄にリンクを置いておきます。ちょうどね、仕事についてまとめているプロジェクトノートの、その中でも最近力を入れているプロジェクト、つまり開く頻度が高いページをクリップするのに使っています。形がね、可愛いので一目惚れ買いです。最後はアーティミオというところのスクラップブックなどを装飾するパーツです。古くからある文房具屋さんで、さらにすでにパッケージが色あせるくらい置いてあったものなので、多分すごく古いんだと思うんですけど、この商品について詳しい情報をね、ネットで探すことはできませんでした。ただね、割りピンと呼ばれるものらしくて、紙に穴を開けて、そこにこの足の部分を通して開くことで固定できるアイテムになってます。作業エプロンとかポーチに取り付けたくて買ったんですが、用途間違えてたみたいなので、一旦引き出しの中で出番待ちしてもらいます。ということでね、最近プライベートで購入した文房具紹介でした。いつもはね、動画の最後におまけでたまにこういうのを紹介してたんですけど、ちょっと最近購入品が溜まりすぎてしまったので一旦放出。ちょっとまだまだたくさんあるので、近々日本の文房具をメインにまた購入品紹介が上がると思います。はい、最後までねご覧いただきありがとうございます。メンバーシップも月2本参加自由のオンライン雑談会とかね開催してるので、ご興味ある方ぜひご参加ください。またね。